大根えのきガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大根えのきガレットを作っていきたいと思います。今回ですね、えのきをたっぷり入れた美味しいもちもち食感のガレットを作っていくんですが、そこに大根を加えてちょっとね、さっぱりとした仕上がりにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。えのき、大根、ベーコン、とろけるチーズ、片栗粉、鶏ガラスープの素、お砂糖、オイスターソース、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずえのきですね。こちら1袋丸々使っていきます。グラムで言うと 200g です。大根は今の状態で約 100g 用意してください。そしてあとはね、ベーコンを入れていくんですが、こちらはハーフベーコンですね。5枚使っていきます。1袋4枚入りのものもあると思いますので、その場合は4枚でも OK です。そして味付けなんですが、味付けは鶏ガラスープの素、お砂糖、オイスターソース、こちらの3つで行っていきます。オイスターソースを加えると旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。お砂糖は少し加えることでコクのある仕上がりになります。そして焼く時ですが、今回ごま油を使用していきます。こちらはお好みの油を使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず大根からね、切っていきます。最初に皮を剥いてください。そしたらこちらをね、薄切りしていきます。ちょっと転がるので手を怪我しないように注意してください。このように薄切りしたら、あとはね、細切りしてください。このぐらいのね、細切りにします。できるだけね、細めに切ってください。大根はこれで OK です。そしたら大根はね、ボウルに入れます。大根のね、水分がちょっとある時は、こちらはキッチンペーパーで軽く拭き取っておいてください。はい、大根はこれで OK です。では続いてえのきですね。まずえのきはおがくず部分を切り落としてください。そして切り落としたらこちらをね、3等分に切っていきます。この軸の部分なんですが、こちらはね、手でほぐしてください。できるだけバラバラになるようにほぐしましょう。はい、このようにほぐしてください。そしたらね、えのきも切ったらこちらボウルの中に入れます。はい、こんな感じで入れておいてください。それでは続いてベーコンですね。こちらもね、細切りにしていきます。細めに切っていただいた方がね、他の具材との馴染みも良くなります。こんな感じでね、細切りにしてください。そしたらね、ベーコンをこの中に入れます。あとはここにとろけるチーズも入れましょう。そして加えたらですね、一度こちらの具材を菜箸などでよく混ぜてください。具材がね、均一になるようにしっかり混ぜましょう。こうやってね、手でやっていただいても大丈夫です。手でやった方がね、やりやすいかな。このようにね、ベーコンもくっついてたりするので、こうやってほぐしながらね、混ぜてみてください。はい、このようにね、混ぜてください。そしたら続いて味付けですね。ここに鶏ガラスープの素、あとはお砂糖、そしてオイスターソース、あとはここにね、片栗粉も一緒に入れてください。そしてまんべんなく混ざるようにしっかり混ぜましょう。この時もね、手を使っていただいても OK です。このように片栗粉が全体にまぶせれば OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。それではね、フライパンを用意してください。今回は直径26センチのフライパンで焼いていきます。そしたらね、まずごま油を半分加えます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ごま油をフライパン全体に広げてください。広げたらこちら具材をすべて入れてください。全部入れたら均一になるように広げます。そしてちょっとね、形を整えていきましょう。結構中がね、空気入ってると思うので、このようにしっかりね、ゴムベラで押さえつけてください。
縁の部分もしっかりねこんな感じでね押さえつけてください。はい、でこんな感じでねきちんとゴムベラでねギューッと押さえつけて形が整ったら蓋をします。そして火加減弱火です。このまま3分から4分ほどですね焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ねちょうど3分半ぐらい経ちました。そしたら蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。ここでいい感じに焼き色がついてれば OK です。このまま裏返していただいてもいいんですが、ちょっと不安な場合は一旦火を止めてこの持ち手のついてる蓋に移します。よいしょ、スッと。そしてここにやけどしないようにフライパンをかぶせて裏返します。はい、そうするとね簡単に裏返せます。こんな感じでね焼き色も美味しそうについてますね。そしたらもう一度火にかけて残りのごま油を周りにこのように入れてください。そしてちょっとねフライパンをゆすってごま油を全体にね広げます。そうするとね片面もカリッとした仕上がりになります。あとはですねちょっとゴムベラで押さえつけて、はい、そして片面もですね弱火でだいたい3分ぐらいですね焼き色がつくまで焼いていきます。片面焼くときはね蓋はしなくて大丈夫です。はい、今ねちょうど3分ほど経ちました。焼き色をチェックします。いい感じですね。これで綺麗にね焼けてれば OK です。余裕がある時はねもう一度裏返して中火でね表面を焼いていただくとよりカリッとした仕上がりになります。一度やってみます。両面焼いた後はねゴムベラでも結構ね形がしっかりしてるので形が崩れにくくなります。では裏返します。よいしょ。そして火加減中火にします。軽くね30秒から1分ぐらいですね焼いてみてください。焼いたらまたひっくり返します。よいしょ。裏側もですね最後中火で焼いて仕上げてください。はい、 OK です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それではね切りたいと思います。こちらお好みの大きさに切ってください。はい、今回はね四角く一口サイズに切ってます。この切り方はお好みでやってみてください。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで大根えのきガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。中はもちっとして外はカリカリに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しいです。食感はシャキシャキでえのきの旨味が効いててすごく美味しいです。そしてね大根も加わってるのでちょっとさっぱりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根えのきガレットのポイントです。まず大根なんですが皮を剥いて薄めにスライスしてその後細めに細切りしてください。この時ね大根が転がりやすいので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。そして大根はですね切った後少し水分が出るので軽く水分を拭き取ってください。そしてえのきに関しましてはまずおがくずの部分を切り落としてあとはですね3等分に切って軸の部分に関しましては手でしっかりめにほぐすようにしてください。そして今回はですねその他にベーコンとあとはとろけるチーズも加えてます。こちらはお好みで加えてみてください。ベーコンに関しましても細めに切っていただくことで具材との馴染みが良くなります。あとはね全部ね具材を混ぜてその後味付けとあとは片栗粉を全体にしっかりまぶしてください。手でやっていただいた方がね均一に混ざると思います。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずはじめにごま油を半分敷いて具材を全て乗せてそしてゴムベラで一度ねしっかりめに押さえつけてください。結構ねふわふわして中に空気が入ってるのできちんとゴムベラで押さえつけて焼くようにしてください。そして片面はですね蓋をして蒸し焼きして焼き色がついたら裏返してもう片面はですね蓋を外したまま焼いていただいて大丈夫です。トータルでだいたいね6分から7分ぐらいを目安に焼いてみてください。今回はですねこのように一口サイズの大きさに切ってます。こちらの切り方はねお好みで切って召し上がってください。しっかり味もついてるので何もつけずにこのまま美味しく召し上がっていただけます。このようにね一口サイズに切るとお弁当のおかずとしても使っていただけます。あとはね彩りでこうやってねパセリを散らしていただくといいかなと思います。
材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根えのきガレットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。